世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今回はですね、いよいよ来週から5月に入りまして、スケジュールに沿ったね、開発っていうのをゴリゴリ進めていく段階までやってきたんですが、そのタイミングで一旦このゲームのコンセプトの再確認ですね、皆さんにもう一度ちゃんと伝え直すっていうところと、開発の大まかな順序ですね、だいたい月単位ごとで、この月はこれを作っていくよみたいなところをざっくりと共有できればなと思っております。まずコンセプトの方なんですが、これはもう旧知罰、それ以前ですね、一人で作っていた頃からは変わりません。リンク感のある戦闘を密度高く体験できるものを目指します。リンク感っていうのはね、ドキュメントの方ではミッション車を運転するときみたいなプレイヤーとキャラクターがつながる感じっていう風に記述してたりもするんですが、もうちょっとね、具体的に言うと、例えば既存のゲームとかでね、ボス戦、あと一撃もらったら死んでしまうような状況。何度もリトライしてて、この回で勝ちたいんだよな、みたいな。めちゃくちゃ熱が入ってる時ですね。そういう時にごく稀に急に戦闘が上手くなる瞬間ってありませんか？今までずっと被弾してた敵の強烈なディレイ攻撃が急にちゃんと引きつけてかわせるようになったりとか。今までは5回中1回ぐらいしかかわせてなかったのに、その戦闘においてはね、もう全く当たらずに完璧にかわせてしまうみたいなね。あの瞬間がね、めちゃくちゃ好きなんですよね。脳の中で何かしらのスイッチがポチッと入ったような、急に上手くなる感じ。ああいう時って得てしてコントローラーの存在忘れてるんですよね。難しい操作入力とかもなんか覚えてないけど完璧にこなしてたみたいな。ぶっちゃけ VR なんかよりもよっぽどキャラと繋がってる感じがするので、個人的にはその現象をリンク感っていう風に呼んでるんですけど、2周目とかに入ってね、そのボスと再戦とかする機会になると、ちょっとね、そのリンク感が時間によってね、劣化してたりして、また回避できなくなっちゃってたりもするんですが、一度繋がったリンク感ってね、数戦戦ってればまたすぐに復活するので、再度ね、2周目でもその気持ちよさをすぐに味わうことができる。これはゲームの中の話だけではないですよね。おそらく現実世界でもこのリンク感と似たような現象を体験したことがある方が大半だと思います。今回作っていくゲームは3ステージ3ボスとボリュームとしてはね、かなり薄いものになってしまうんですが、その中でもね、リンク感を感じられるポイントっていうのが、ボリュームの割にはたくさんあるよねっていうようなゲームを目指したいんですね。つまり、リンク感の高い戦闘を密度高く楽しめる。密度っていうのはまさにその回数のことですね。少ないボリュームの中でも、そういった至極の瞬間をたくさん生み出すことができれば、それは面白いゲームという体験になるんじゃないかなと考えています。このリンク感云々の話っていうのは、昔ね、一人で作ってた時から僕が言ってた話で、正直ね、ほとんどその内容っていうのは変わってないかなと思います。今回はその戦闘というね、大きな大黒柱を支えるために、成長というね、2本目の柱を用意して、プレイしていただいた方全員がね、ライトゲーマーも含めて、そのリンク感を感じられるポイントまでレベルアップしていくというのがもう一つのやりたいことです。なので、ドキュメントにも書いてある通り、戦闘と成長の2本柱ということになりますね。ここに関してね、待ったをかける人もたくさんいらっしゃると思います。ゲームの柱となり得る部分は他にもたくさんありますよね。世界観、ストーリーだったりとか、複雑なね、高低差のある入り組んだダンジョンを探索する楽しさだったりとか、美しいオープンワールドをね、ひたすら走り回って何かロケーションを発見したりする楽しさ。それからキャラクターを育てる喜びなんかもありますよね。レベルアップしてステータスを好きなところに割り振って、たくさんある装備品の中から自分だけのものをカスタマイズしていってキャラビルドしていく。それら以外にもたくさんのね、楽しみっていうのがゲームにはあると思います。その中でもね、僕は戦闘で勝負したいんですよ。これはずっと言い続けてきました。正直僕たちは開発力も低いです。作るのに時間がかかってしまいますし、いろんな柱を組み合わせてね、巨大なゲームにするということも不可能です。だからこそどこか一つに特化して、その内容で皆さんが面白いと思ってもらえるように努力します。それこそが僕たちの勝ち筋です。世界一への道のりです。正直体験版をプレイしてくれた方や今動画を見ている視聴者の皆さんは僕のゲーム作りに対してかなり不安をね抱いていると思います。最近のコメント欄もしっかり読ませていただいているので、その気持ちがねひしひしと伝わってきております。何よりもまずは新生知罰のファーストステージ体験版をねリリースして必ず皆さんを安心させようと思っていますので、どうかお待ちいただければと思います。さあ、それでは開発の順序についてですね、見ていきましょうか。まず最初5月はプレイヤーの基本挙動と
カメラの基本挙動を実装します。カメラに関してはロックオンとフリーカメラ。プレイヤーの基本挙動はボタンを押して出せるアクションをすべて一旦まるっと用意するという形になります。この後のバトルやステージ攻略に必要になってくるアクションがすべて出揃うという感じですね。そして6月に移りまして、カメラの2番となっているんですが、ジャストパリやジャスト回避を決めた時なんかに特殊なね、演出カメラを入れようと思っているので、その辺の実装と、そして雑魚エネミー1番の実装。この段階で通常攻撃、回避、ガードを用いた戦闘のイロハっていう部分を完成させます。そしてスキルメニューですね。キャラクターの成長に合わせてプレイヤーも上手くなっていくという体験を実現するために、できることの幅を増やしていくスキルメニューを作っていきます。一応獲得したスキルの総数に応じて基礎ステータスも上がっていくというね、ゲームバランスをある程度コントロールできる仕組みも実装予定です。続きまして7月ですね。ここからレベルデザインが開始します。ファーストステージのみのレベルデザインですね。それに合わせてチェックポイントとその機能ですね、を実装していきます。そしてさらにこの月からエリートエネミー、ボスではないんですが、ステージ上に配置するかなり強い敵っていうのを作成していきます。こいつは雑魚エネミーと違ってね、アーツとかも使ってくるので、このエリートエネミーとの戦闘っていうのは神聖地罰のね、醍醐味を全て味わえるようなものに仕上げる必要があります。そして8月です。雑魚エネミーの2体目を作成します。この雑魚のバリエーションに関して作成する数は2体なんですが、行動パターンの違いでね、バリエーション違いを出そうと思っています。ガード主体で立ち回るのか、回避主体で立ち回るのか、はたまた攻撃特化でね、突っ込んでくるタイプなのか、後ろに下がって弓を打ってくるようなタイプなのか、みたいなイメージです。そして引き続きレベルデザインの続きをやっていますね。これはかなり時間がかかりそうなので、数ヶ月にまたがってスケジュールを設定しています。続いて9月です。まずシステムですね。プレイ中のポーズメニューだったりとか、タイトル画面、あとはチュートリアルなんかもこのシステムの中に含まれています。今回は入り口を大きく広げるということも課題の一つですので、このチュートリアルはかなり力を入れないといけないですね。そしてアイテムの実装。回復アイテムを最初に作っていって、そこから消費系のアイテムをいくつか追加したいなと思っています。そしてレベルデザインの続き。ここでファーストステージのレベルデザインは蹴りをつけたいなと思っています。さあ続いて10月ですね。いよいよファーストステージのボスエネミーを制作します。1ヶ月丸々こいつにかけるつもりですね。今回も基本的にエネミーは全て人型を予定しているんですが、エリートエネミーやボスエネミーに関しては少しプレイヤーよりもね、体格がでかい敵にしようかなと思っています。続いて11月に入るんですが、この段階ですでにね、ファーストステージのゲーム要素は全て実装ができているという状態になっております。ここから先はブラッシュアップ作業になりますね。11月がプレイヤーのブラッシュアップ、12月がエネミーのブラッシュアップとしています。ですが、ここはね、明確に月ごとにね、分けるというよりは、優先度の高いものから順にブラッシュアップをしていきたいなと考えております。2ヶ月分ありますね。そして年が明けまして1月からゲーム全編を通してのデバッグ作業となります。デバッグに関してはね、これより以前から定期的に講談社の方も交えてね、要素でね、行ってはいるんですが、すべての要素が出揃ってからしっかりとデバッグする期間を1ヶ月分設けております。というわけで全てスケジュール通りに進めば1月の末あるいは2月初頭ぐらいにリリースできるという計算にはなるんですが、どこかで遅れが出ればその分ね、後ろ倒しになってしまうかなと思います。ゲーム全体3ステージ3ボスまで作るというスケジュールの中でね、一応6ヶ月分のバッファーを取っているので、遅れた分はそのバッファーの中から消費していって吸収するというような体制になっております。大まかではあるんですがね、共有しておきたいことを全部話せたかなと思います。で、今回この辺で失礼します。お疲れ様です。